ご視聴いただいている皆様、こんにちは。ベーカーズチャンネルの内橋です。今日はですね、パンではなくてですね、作ったパンを再利用、リベイクですね、していきたいと思います。皆さんのご自宅でもよくパンを作られる方とか、パンが好きでね、たくさんパンを買われる方もね、多いと思うんです。で、そのパンって意外にね、食べきれなくて、ちょっと残しとこうかなとか、ちょっとこれね、食べきれないから冷凍庫に入れといたり、あとは常温にね、ちょっと置いとこうっていう風に思ってるパンがたくさんたまられてるパターンだったり、冷凍庫にね、昔からこう眠ってるパンとかね、絶対あると思うんですね。で、僕ね、すごく家でパンたくさん焼くので、どうしてもね、どんどん溜まってって、気づけば冷凍庫がパンパンになってるっていうのがよくあります。そしてそのパンをですね、このまま食べてもやっぱり美味しくないし、やはり時間が経ってるとどうしてもね、冷凍焼けしてたりとか、再度温めてトーストしてもちょっとね、味気ないパンになってしまってる、風味もあんま良くないなっていうことがね、多いんですね。ですので、そういったパンをですね、再利用する、そして再利用したやつをより美味しく食べる方法があります。よくあるのはフレンチトーストなんですけども、単純にフレンチトーストにしても面白くないなと思いましたので、今回はですね、あえてフレンチトーストとパンプディングの間のフレンチカップフレンチですかね、を作っていきたいと思います。今回のカップフレンチはちょっとふと思ってね、作った商品になりますので、温かい目で、そしてもし取り入れられるのであれば皆さんもやってほしいなと思います。まずはこちらの工程の動画をご覧ください。どうぞ。I know that you are having trouble believing right now that everything is gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best, what is best for you. All alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best for you. What is best for you.
Give me a reason to get out of bed. I need a minute to think, or maybe two. 'Cause yesterday I lost control and said some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind and leave it all behind. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. I'll let my worries float, let them sweep away another day. Tomorrow, I keep repeating the same mistakes. There's a million ways to mess things up, and I need some time to figure out what to say. はい、いかがだったでしょうか。非常にね、簡単な作り方だと思います。普通フレンチトーストっていうのはそのままパンもしくは半分ぐらいのパンを漬け込んで焼くものになります。そしてパンプディングっていうのはパンをダイス状にカットしてそれをアパレイユで浸してプリンの中にパンが浮くようなイメージですよね。でも今回のは漬け込みながらなおかつその漬け込みもカットしてます。ですがパンプディングみたいにアパレイユをしっかり入れるわけではないのでカップケーキみたいな感じですよね。それをフレンチトースト風に仕上げております。ですのでフレンチトーストとパンプディングの間を目指したフレンチカップフレンチになります。そして今回使ったのはですね、前回焼いたレーズンパンになります。でこれレーズンが入っていることによってレーズンの甘みもありますので非常にそれがねアクセントになっていると思います。ですので前回作っていただいた方でもしね冷蔵庫とか冷凍庫に眠ってるパンがあるのであればそれで試されてみてもいいかなと思います。ではですね、早速焼けたものを見ていきたいなと思うんですけれども、こちらですね、非常にシンプルになっております。今回これを作る際に牛乳を温めてやっております。ですので温めた状態から焼成しているので火の入りは早くなります。これを例えば冷えたアパレイユを使ったりとか一晩なじましてから一晩寝かしてから使うとどうしても焼成時間っていうのは長くなります。ですのでその際は少しですね電子レンジで全体を温めてから焼成すると水分の飛びも抑えられますし、なおかつ焼成時間も短くできますので個人的にはそういった作り方がおすすめかなとは思います。ですので少し温めた状態、少し温かい状態でね作られるとベストかと思います。こちらがですね焼けた断面になるんですけれども、あんだけ細かく切ってもね意外に染み込んでないんですよね。ですのでもっとしっかり染み込ますためには一晩置いてもいいかと思います。ですので大きく切ると細かく切ってこれだからやっぱり入らないですね。ですのでなるべく細かく、そしてしっかりと握ってアパレイユを中に入れてあげてください。これはねゴムベラでギューってやっても全然大丈夫ですので作りやすいようにですねアレンジしてもらえるといいと思います。では早速いただきます。すごいしっとりしてますねやっぱり。美味しい。で食べたところでやっぱりレーズンが当たるからレーズンの酸味がねアクセントになってて非常に美味しいです。そしてですね、私のこのレシピなんですけどもきび砂糖を 30g 入れてるんですけどすごく甘さを控えてるのでちょっとね甘みが足りないっていうふうに思われる方も多いと思います。ですのでそういった方はジャムを添えてもらったり蜂蜜をねかけてもらってもいいと思います。例えばこれをですねグラニュー糖に置き換えると同じ 30g でも甘みは全然違います。グラニュー糖っていうのはですね甘味がすごく強いのでその分やっぱり甘みをね感じますよね。そういった少しの違いだけでも甘みだったり味っていうのは変化します。ですので皆さんのお好みの味に仕上げてほしいなと思います。少しねラム酒を効かしてみてもいいのかなと思いますね。大人のフレンチカップみたいな感じですね。ごちそうさまでした。非常に美味しかったです。そして簡単にこれはリベイクできる商品ですので皆さんもですねぜひ眠っているパンで試してみてはいかがでしょうか。こういったですね再利用の方法とかリベイク方法を知ってると冷凍庫にずっと眠ってたパンでもですね捨てずに食べることができます。捨ててしまうのはやっぱり非常にもったいないことですので
ぜひね、しっかり自分で買ったものだったり自分で作ったものっていうのはなるべく自分でしっかりと消費するっていうのがとても大切だと思います。そういったですね、少しの考えからフードロスっていうのは減っていくと思いますので、皆さんもですね、そういったところにですね、少し気を向けてもらえると良いかなと思います。本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。この動画がよろしければグッドボタン、そして非常に励みになりますチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして私ですね、Twitter と Instagram もやってますので、ぜひぜひフォローをよろしくお願いいたします。ではですね、また次の機会にお会いできることを楽しみにしております。皆様お体ご自愛くださいね。ではまた会いましょう。